この動画では僕が実際に現場で使用しているアプリご紹介していきます。ようこそ、薬剤師の管理人のハービーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。今回の動画はですね、タイトルにもあります通り、僕が実際に現場で使っている薬剤師さんにおすすめのアプリご紹介していこうかなと思います。で、まず皆様に注意点なんですけれども、調剤薬局によっては個人のスマホの使用をね、禁止しているところもありますので、そちらを確認していただいてからアプリ使用していただければなと思います。今回の動画を見ていただいて、少しでも皆様の業務効率化に役立てることができれば、僕は嬉しいです。楽しい動画にしていけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速やってまいりましょうか。一つ目ですね。僕が実際に現場で使っているアプリ一つ目がクレアチニンクリアランスになります。これ皆さん見ていただければわかると思うんですけれども、クレアチニンクリアランス、患者さんの腎機能を推定するためだけのアプリになっています。非常にね、シンプルでいいんですよね。これアプリタップしていただくと、すごいね、簡単なシステムになってまして、患者さんの年齢、性別、体重、血清クレアチニン値、この4つの因子を入れるだけで、患者さんの腎機能を推定することができる、というね、アプリになってます。で、この4つの因子のうち、最初の3つに関しては、患者さんに聞いたり、処方箋を見たりすれば簡単に得られる情報なんだけれども、4つ目の血清クレアチニン値っていうのは、なかなか患者さんに聞いてもわからなかったりするんですよ。これどういう時に知ることができるかっていうと、例えば大病院に受診されている患者さんとかって、血液検査をしてたりするんですね。検査をしてたりすると、処方箋の裏側に検査結果が書いてあったりするんですよ。その血清クレアチニン値の値を用いて、このクレアチニンクリアランス求めたりすることができます。やっぱり医薬品の中には、クレアチニンクリアランスによってね、容量が細かく変わってきたりする医薬品とかがあったりするんで、初回ね、服用の時とかは、このアプリを使って僕は計算したりしてますね。で、このアプリの結果っていうのは、ある公式に当てはめられて計算されているんだけれども、コッククロフトゴールドさんの公式に当てはめられて作られています。で、この公式は小児の方であったり、あとは高齢者の痩せ型の人に対しては数値がずれてきちゃったりするんで、それ以外のね、患者さんに用いていただくのがいいんじゃないかなと思います。そんで、クレアチニンクリアランスを求めるアプリって他にもたくさんあると思うんだけれども、僕がこのアプリを使っているっていう理由が2つあって、それはまず1つ、アイコンがシンプルでデザイン的に可愛いなって思ったのと、もう1つが数値を入れた後に決定ボタンを押さずに勝手に自動計算されてるところなんですよね。だいたい計算アプリとかってイコールとか、あとは決定ボタンを押してから答えが求められたりするじゃないですか。その過程を省いて、少しにはなりますが、速さをね、求めることができるので、以上2点からこのアプリを僕は愛用させていただいております。ということで、僕が実際に現場で使っているアプリ1つ目が、クレアチニンクリアランスでした。それではどんどん参りましょうか。2つ目ですね。僕が実際に現場で使っているアプリ2つ目が When というアプリになります。こちらは日付計算のアプリになってまして、僕はよく服薬指導の時に使ったりしますね。患者さんの次回受診日までに今回の処方日数で間に合うかどうか、これを知りたい時に使ったりします。で、これ言うと、薬局内にあるカレンダー見ればええやんって思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、病院によっては処方日数がめちゃめちゃ長いところとかあったりするんですよ。もう本当に長いところとかだと100日間ね、超えてきたりするところもあったりするんで、そうすると、1枚とか2枚のカレンダーだと追えなくて、カレンダーをめくって計算しなきゃいけなかったり、する手間があるんですよね。で、それをこのアプリでは解消することができると。で、このアプリのシステムも非常にシンプルなものになっていて、僕がよく使うのが、この左上の期間計算、そして右上の日付計算ですね。期間計算に関しては、これ日付と日付の間には何日間あるのかっていうのを求めることができるので、例えば患者さんから次回受診日を聞けた場合に、こちらを使うことによって、その間、日数が何日間あるのかっていうのを求めることができますし、日付計算に関しては、患者さんによってはね、自分の手持ちの医薬品の日数が減ってきてから受診される方もいたりするんで、次回受診日が決まってない方に関しては、右上の日付計算を使うことができます。このアプリは服薬指導だけじゃなくて、僕は調剤監査でも使ったりしてます。
どういう場合かっていうと、一方化の調剤監査で使うことがありますね。一方化って文法詞に日付を印字することがあったりするんで、例えば作るときに日付を入れて処方日数と一致してるかどうか、監査をするときに処方日数と本当に一致してるかどうかっていうのを確認することもできたりします。日付計算をするアプリってこれ以外にもたくさんあると思うんですけど、僕が Wayne を使っている理由が3つあって、まずは1つ目デザインですね。これアプリ開いていただくと、この背景の暗い青色が僕が好きっていうのと、上の方にね、この干支のキャラクターっていうかステッカーが可愛いなっていう、このデザインが僕が気に入っていたりします。2つ目は日付を計算するときに、この開始日を含む、含まないっていうのをタップすることによって、選択することができる。ここがね、かゆいところに手が届いてていいなと思う。ということですね。で、3つ目に関しては、クレアチニンクリアランスとかと一緒で、決定ボタンなく答えを求めてくれるところですね。この3つの点から、Wayne という日付計算のアプリ、僕は使用させていただいております。ということで、僕が現場で使っているアプリ2つ目が、日付計算アプリ Wayne でした。それじゃあお次3つ目ですね。で、このアプリに関してはめっちゃ使いやすくて、僕が一番現場でね、使っているアプリでございます。私が使っているアプリ3つ目が治療薬ハンドブックというアプリになります。今まで紹介してきたアプリは無料なんですけれども、このアプリだけに関しては有料になってきます。治療薬ハンドブックっていう辞書を買うと、ついてくるアプリなんですけれども、確か料金が5000円くらいだったかなで買えるんじゃないかなと思います。で、1個辞書を買うと2個の端末でアプリを使用することができますね。僕の場合は1個はスマホに入れて現場で使っているのと、もう1個は iPad に入れてカフェとかで勉強するようにね、アプリを使ったりしてますね。スマホでしか使わない場合とかは、友達と割り勘とかで買っていただいて、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。なかなかこう、新卒薬剤師の方であったりすると、辞書をね、5000円出して買うのって、ハードルが高いなと思うんですけれども、本当に僕が使っている感覚では5000円以上の価値がある、そんなね、アプリになっているんじゃないかなと思います。アプリの操作感を皆様に説明させていただきますと、アプリ開くとまず左下にニュースっていうのが見えるんですけど、これタップすると、アプリの情報であったり、あとは新薬、医薬品の最新情報っていうのを確認することができます。で、右側の創設の欄なんですけれども、ここは疾患とか医薬品ごとに分類されていて、創設を見る、薬剤を見るっていうね、ところがあったりします。で、創設を見るって押すと、疾患の病態であるとか、医薬品情報だけじゃなくて、治療方針についても調べることができたりします。薬剤を見るっていうのをタップすると、この医薬品の中でもさらにね、作用基準ごとに分類されていて、細かく医薬品を検索、見ていくことができたりします。そして、薬剤っていうところに関しては、自分が調べたい医薬品を入力することによって、医薬品をリサーチすることができますね。例えば、ここにアムロジピンって入れた場合は、アムロジピンが含まれるすべての、錠剤とか配合錠とかもね、出てきたりします。で、これ一番上にある iMix の HD 錠を押すと、PTP のね、デザインであったり、錠剤のね、印字を見ることができるので、一本化の監査とかでも使うことができます。で、あとは添付文章をただ載せてるだけじゃなくて、処方のポイントとか、服薬資料ではこういうところを見た方がいいんじゃないっていうのも書いてあったりするので、すごいわかりやすく、見やすいようになってますね。最近発売された2025年バージョンの治療薬ハンドブックでは、新たに授乳部に関する情報がここに追加されてるんで、どんどんこのようにアップデートを重ねている姿勢っていうのは僕は好きですね。はい。そしてさっきの特定のね、医薬品を検索した画面では、下側にね、また添付文書とかインタビューフォームとかにも PMDA の方にね、飛ぶことができますので、そこでね、医薬品の情報も確認することができたりしますと。そして最後、この PTAS という項目からは、医薬品のね、早見表を見ることができたり、創設 Q といって、治療薬ハンドブックさんからの挑戦状ということで、薬剤師としての問題をね、解くことができたりするので、レベルアップにもつなげることができるんですよね。このアプリだけでもう非常にね、多くの知識を学ぶことができるんじゃないかなと思いますので、主に新卒薬剤師さんの方には非常におすすめのアプリとなっております。で、今紹介した治療薬ハンドブックっていうのは非常に使いやすいアプリなんですけれども、有料じゃないですかと、仮にハービーさん、使いやすい無料アプリのものないんですかという方に、おすすめのものを用意してあります。薬知恵添付文書っていうアプリですね。で、このアプリシステム的にはこんな感じになっていて、最初の画面では、販
売名とか識別コードからも検索することができますね。例えば、販売名のところに分かりやすい、ロキソプロフェン入れてみますか。すると、テープであったり、錠剤がね、出てきたりして、最初の画面に医薬品のデザインがあったりするので、分かりやすく見やすくなってるんじゃないかなと思います。こちらタップした場合には、添付文書の情報が書いてあって、目次で、そのね、項目のところに飛んだりできますし、この中からね、全文検索って言って、自分が知りたいワードを検索することによって、そのワードを抜き出してくれる部分が特定することができるんですよね。ここはね、非常にいい機能なんじゃないかなと思います。で、あとは添付文書の PDF とかもね、見れるんで、この機能があれば無料でも、十分なくらい便利なんじゃないかなと思いますね。さらに、追加の機能として、これ治療薬ハンドブックとかにもあるんですけれども、お気に入りの機能であったり、自分が調べた医薬品の履歴を、また再度見ることができたりしますね。最初、新卒薬剤師さんとかは、どうしても有料のアプリとかにはね、手が出しづらいかなと思いますので、そういう方に関しては、まずこちらのね、薬知恵添付文書を使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、この薬知恵添付文書っていうのはいくつか兄弟みたいなアプリが存在したりするんですけれども、薬知恵の早見表であったり、薬知恵の検査値もあったりするんで、こちらのアプリもね、無料で使えるんで、皆さんね、もし興味あったら、使っていただいて、どんな感じか見ていただければなと思います。ということで、僕が現場でよく使っているアプリ3つ目が治療薬ハンドブックでした。はい、皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回の動画では、僕が実際に現場で使っているアプリについてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか？僕は仕事だけじゃなくて、日常生活とかでも、ガジェットであるとか便利なもの、アプリを使って効率化をしていくのがすごい好きなんですよ。ちょっとオタクかもしれないんですけれども、僕のこの特性を皆様に伝えることによって、薬剤師としての成長のきっかけになってくれれば嬉しいなと思います。今後もですね、この薬剤師のオフィスというチャンネルでは、若手薬剤師の方であったり、薬学生の方に向けてコンテンツ発信していきたいと思います。また、僕は株式会社 T ハーフという会社運営しておりまして、フリーランス薬剤師に特化した人材紹介の会社やっておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、お問い合わせお待ちしております。概要欄の方にね、リンク貼らせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。